今日は何のダイエットをしても続かなかった僕がもう唯一続いた。今でもこのダイエットだけはみんなに超絶おすすめできるっていう方法をね、ちょっと紹介していこうかなって思っております。もうね、明確に一つだけ僕がそういう続く人間になれたっていう、そして痩せたりとか健康管理とかをしっかりできるような人間になったっていうたった一つの理由があるんです。それがね、いけるってこと。はい、運動で人生の主導権を握れ、どうも太郎にです。僕ってもともとですね、今よりも15キロぐらい太っていて、そのマックス体重あった時から、いや、そろそろ痩せないとやばいなとか、みんないい体してんなとかさ、そういうのを思ったりとかしてて、ダイエットしなきゃいけないなとは思ってたんだけど、どんなダイエットをしても続かない人だったんですよ。食事制限なんていうものはきつくて続くわけないし、運動なんて1日やったらいい方。もうね、多分誰よりもね、ダイエットにチャレンジした回数は多いと思う。その分失敗した回数も多いんですけどね。でね、こういう風に悩んでる人って僕は結構いると思うんですよ。なんか漠然と痩せたいなとは思うけれども、何から始めていいかわからないし、私にできる運動なんてあるのかなって思ってみたりとか、食事制限なんてきつすぎて無理って悩んでる人って結構多いと思うんですよね。だから今日は何のダイエットをしても続かなかった僕がもう唯一続いた。今でもこのダイエットだけはみんなに超絶おすすめできるっていう方法をね、ちょっと紹介していこうかなって思っております。今日紹介することはもう変わんないと思う。僕の中で。僕がこうやってダイエットの発信を何年間もやってるんだけど、今日僕がここで言うことっていうのはこの先何年も絶対に変わらない。それぐらい自信持って僕と同じように悩んでる人に伝えてあげたい動画になっております。なんで僕がダイエットうまくいったのか、そのポイントっていうのをね、解説していこうかなと思っております。ちょっと僕が太ってる時の話をしましょうか。はい、実際にこちらがですね、僕が太ってた時の写真にはなるんですけれども、まあじゃん。お腹ぽっこり出てさ、顔も結構パンパンだしさ。で、僕が太ったのが、専門学生の2年間と社会人の1年目。この3年間です。この3年間はね、ひどかった。本当に専門学校の時は、毎日よ。これ本当に毎日なんだけど、カップ焼きそばの大きいのに、このぐらいの小型のマヨネーズを全部1本かけて食べるっていう生活を毎日欠かさず続けることができました。本当にね、食べたいものを食べたいだけ。健康とか度外視で、その生活を2年間。で、社会人1年目になったらさ、上司の人とかにさ、今日飲みに行こうかとかって言われて行くわけだよ。お酒も大好きだったからさ、お昼は学生の時のようにカップラーメンにマヨネーズをかけて、その夜は飲みに行くみたいな。最低な生活を送ってました。はい。その結果、こんな感じになったと。でね、なんで僕がダイエットを決意したかというと、僕ってね、中学とか高校とか、いや、生まれてからずっとだな。かっこいいねとかさ、イケメンだねとかって言われることが多かったんですよ。今もなんだけどね。で、学生の時、専門学生2年間と社会人1年目ね。高校とか中学校の時の友達と離れる期間が、あったんですね。学校がちょっと遠いところだったからさ。で、久しぶりに会った時に、あれ昔はかっこよかったのにねみたいな言われたの。当時21歳ぐらいですよ。昔はかっこよかったのにねって。で、それが衝撃で、うわ、これはダメだと。もう生活改善しなきゃいけないなって、本当に反省して、よし、ダイエット頑張ろうって言って、ダイエットを始めました。ですが、何も続かず。はい。そりゃそうだよね。今までさ、毎日懲りずにカップ焼きそばにマヨネーズをジューってかけてさ、食べてた。それを毎日食ってて、運動習慣もない。毎晩飲みに行く。で、そのまま寝る。で、朝起きて、通学とか出勤して、マヨネーズかけて、お酒飲んで、マヨネーズ飲んで、お酒飲んでっていう生活を繰り返していた僕が、よっしゃ、ダイエットしようと思ってさ、食事制限とか運動とか続くわけがないのよ。で、僕は人一倍ね、好奇心が旺盛だったから、いろんなダイエットを調べて、いろんなダイエットを挑戦したの。糖質制限なんてもちろんやったし、ファスティングなんてもちろんやったし、リンゴダイエットとか脂質制限とかさ、いろんなダイエットやったよ。でも一個もうまくいかなかった。もう本当に面白いぐらいに続かなくて、運動も続かなくて、そのたんびにね、うわーやっぱり自分には無理なのかなーって。でもある程度自分が好きな生活をしているし、もうこれでいいのかなって思ったりすることなんて何度もありました。多分ね、この動画を見てるみんなよりその回数は確実に多かったと思う。本当にね、三日坊主っていう言葉がここの名前にね、出てるぐらいの人間でした。ただ、そんな僕でも今は15キロぐらい痩せて、食事も自分でしっかり管理をしていて、砂糖とかグルテンとか食べないし、毎日必ずね、タロニーチャレンジって言って、腕立て、スクワット、腹筋100回毎日するっていうのは確実に毎日続けてます。続かなかった僕が。でね、これを言うとね、
いや、もともとそういう素質があったんでしょっていう風に、思われることとか、あなたはもともとできる人間だったんだよ、きっとっていう声がね、聞こえてきそうだけど、全くそんなことないの。もうね、明確に一つだけ、僕がそういう続く人間になれたっていう、そして痩せたりとか健康管理とかをしっかりできるような人間になったっていう、たった一つの理由があるんです。それがね、一緒に頑張る仲間を見つけるってこと。もうこれがね、決定版だと思います。僕はこの一緒に頑張る仲間っていうのができた瞬間に、もう世界がガラッと変わって、意識もガラッと変わって、体もガラッと変わりました。僕がね、マックスで太り続けていて、いろんなダイエットを失敗してる時にね、僕のね、中学校の時の同級生が筋トレめちゃめちゃする人だったのよ。筋トレめちゃくちゃする人で、もう毎日ジムに行って、もうゴリッゴリでマッチョだったの。で、その子と普通に仲が良かったからさ、どうやっていつもトレーニングしてんの？まあジムに行ってとかって言って会話をしてたんだけど、なんかね、すごくね、自分のために努力をしてる姿っていうのがすごくかっこよく見えて、なんか一緒にやってみてえなって、なんかこういう男かっけえなと思って、誘ってみたのよ。一緒にこれからトレーニングしないって。そしたら、いいよって。やろうって。もうそこだね。僕のターニングポイントは。でね、一緒に頑張る仲間ができるとどうなるかっていうと、めちゃくちゃいいことがたくさんあるんだけど、これ一つ目にね、運動量が増えます。そのことをね、僕はこう LINE とかでやり取りをするんだけど、僕がトレーニングしたい時とかにさ、今日トレーニングしない？時間が空いたらいいよって。で、僕は別にトレーニングする予定じゃなかった時も、トレーニングしない？あ、いいよ、やろうかって。だから、二人いれば、誘い合えば、運動の時間っていうのが倍になるんですよ。で、同じようにこうトレーニングをね、頑張り始めたらやっぱり楽しいの。今日どこの筋肉痛とか、じゃあこのトレーニング一緒にしようぜとか、このトレーニングってどういう風にしたら効くのとか、こういうトレーニングあるんだけどちょっと一緒にやってみないとか、運動とかダイエット以外にもそういう会話をすることがすごく楽しくて、会って運動をすることが自分の中ですごくね、大事な楽しいエンタメになったわけですよね。で、どんどん知識も増えていくの。今度のトレーニング、誘われた時にこれを一緒にやってみようかなとか、何回できるか一緒に勝負してみようかなとか。そういうのでね、結構前向きにトレーニングに取り組むようになりました。ダイエットってさ、モチベーションとかでこう左右されるじゃん。モチベーションが低い時って、トレーニングもしたくないな、食事も何でも食べたいなと思うけれども、その時にね、ちょうどよく LINE 来たりするのよ。今日トレーニングどうって。で、終わった後にタンパク質取りに、お肉でも食べに行かないみたいな。そういうのでね、またモチベーションが上がるみたいな。モチベーションってさ、待ってて、ふつふつと湧いてくるものじゃないんですよ。やる気とかって。行動を起こして、それによって気持ちいいとか、楽しかったっていう感情が次のモチベーションを生むのね。だから自分以外のこの感情で、やらない？おし、今日やるかって言って、やったら、やっぱ楽しいじゃん。今度俺が誘うねって言って、お互いがこういう風にモチベーションを高め合ってたっていうのが、結構運動が続けられた理由だなっていう風に今でも思ってます。そっからね、僕は、その子とね、いろんなこうトレーニングとかを勉強しながら、一緒にそのトレーニングを実行しながら、いろんなこう知識をつけていって、YouTube 撮ってみようってやってこうやってカメラ回してそのトレーニングのね、様子、学んだこととかを発信していけるようになって、今の僕がある。だから、この一緒に頑張る仲間を作ったっていうのが僕の中でね、本当に人生を変えたんですよ。多分、あそこでお互いにトレーニングの誘い合いとか一緒に頑張るっていうことをしなかったら YouTube だって撮ってないだろうし、ダイエットの発信だってね、してなかったと思うんです。だから、この運動、一緒に頑張る仲間と運動するっていうことが確実に僕の人生を変えました。こうやってね、話を聞いてても、いや、そんなんです、こんな変わるって思うかもしれないけど、これはね、本当にね、効果絶大だと思う。やっぱり、モチベーションあったらさ、運動ってできるじゃん。なんか、トレーニング系の動画とかを見てさ、ダイエット系の動画とかを見てさ、1日目はさ、よっしゃやろうって言ってさ、そのままさ、走りに行ったりとかさ、運動したりとかするでしょ。それってモチベーションがフルマックスの時なんだよ。でもだんだん人間ってこうモチベーション落ちてくるじゃん。でも、この落ちたモチベーションっていうのは、行動しないと変わらないの。その行動っていうのが、外的なきっかけ、友達っていう、仲間っていう外的なきっかけによって、またこう底上げされて、落ちていく、底上げ、落ちていくって、これは多分、お互いにそうだったと思う。切磋琢磨っていう言葉がね、すごく似合うと思うんだけど、この一緒に頑張れる仲間を作るっていうのは、めちゃくちゃ効果あります。もうね、家族、友人、同僚、誰でもいいから巻き込んだ方がいい。もちろんね、一人でやった方がいいっていう人もいるんだけど、もしね、今、なかなか続かないな、一人でやっても続かないなって思う人は、私は一人の方がいいんじゃないかなって決めつけずに、同僚とか友達とか家族に話してみて、一緒に
頑張る仲間っていうのを作る努力をしてみてください。本当に変わる。やってみて、別に合わなかったらやめればいいから。まず自分はみんなだと頑張れるのか、そうじゃないのかっていうところを見極めるところ、そこをね、ぜひチャレンジしてほしいなって思います。で、こっから大事な話なんですけど、いや、周りにそんなやついねえよってさ、思う人もいるでしょ。いや、家族、いや、ダイエットとか全然興味なさそうだし、同僚も会う機会あんまないし、友達か。なんか一緒に頑張る仲間なんて周りにいないんですっていう人って結構いるじゃないですか。僕ね、毎朝6時半に YouTube のライブ配信でみんなでスクワットをやるっていうのをね、毎日やってるんですよ。これって僕がなんで作ったかっていうと、生配信ってさ、チャットとかを見ながら僕が話して、チャットで返してもらってっていうこの過程があるじゃん。なんで僕がこれをやってるのかっていうと、みんなが集まって、みんなが同じことをやって、みんなで一緒に頑張るっていう、その空間を作りたいから。僕がその空間に救われて、その空間で人生が変わったからなんです。この関係が、仲間っていう関係が僕の人生を変えたから、僕はこの発信を通して、そういうみんなが朝に同じ時間に集まって、同じことをするっていう集合場所を作りたいなって思った。だから5年ぐらいね、もう朝配信っていうのをやってるんですけど、周りにね、そういう一緒に頑張る仲間になるかもしれない人がいないって言うんだったら、ぜひ僕の生配信に来てください。はい、僕はもう誰でも大歓迎。もう運動したことない。大歓迎。ダイエットしたいけど全く続かない。大歓迎。初心者関係ない。年齢もっと関係ない。そもそも僕の配信に来てくれてる人の年齢なんて俺知らないから。聞くこともないし。時々いるよ。私何歳なんですけど大丈夫ですか？関係ないって。筋肉は何歳からでも育ちます。年齢は言い訳にしたらダメ。自分が年齢を言い訳にしたその瞬間に、ダイエットとか趣味とか仕事とか他のことも年齢を言い訳にするようになる。自分だけは年齢を言い訳にしたらダメ。関係ないです。そもそも興味もない。本当に年齢は言い訳にしか過ぎない。やらない言い訳を探してるだけ。ちょっと厳しい言い方になっちゃったけど、本当にそうです。関係ない。だから、どんな状況の人でも、どんな性別の人でも、どんな年齢の人でも待ってます。一緒にトレーニングしましょう。朝6時半。で、一緒に一日の最高のスタートを切りましょう。僕の人生を変えてくれた一緒に頑張る仲間。皆さんのその仲間に僕はなりたいと思ってます。毎朝6時半は集合場所。YouTube、スクワット、みんなでやろう。明日も待ってますから。よろしくお願いします。ということで。今日はね、もうどんなダイエットをしても続かなかった僕が、もう唯一続いたというか、ここで変わったよっていう、ターニングポイント、これをですね、紹介させていただきました。私には関係ないよって思った人もいると思うんですけど、一回だけ言ってみて。本当に変わるから。一人でできなくて、みんなでできるんだったらみんなでやればいいんです。一人でできることがかっこいいんじゃないんです。やってるやつがかっけえんだよ。そんな集合場所になればいいなと、僕は本気で思ってるので、明日の最新も皆さん遊びに来てください。お疲れ様でした。ということで、また次回の動画で会いましょう。バイバイ。